こんにちは、粟田洋介です。今回はプリント VS 手書きということで、雑貨に限らず手書きの絵画、原画ですね。そういったものの魅力とか、あとはプリントしたものの利点とか、そういった感じのことを私が今まで何人かの人から聞いたお話や、私の個人的意見なんかも含めてまとめていこうと思うので、アート作品を鑑賞したり購入したり、それから自分がアート作品を作っている方なんかも参考にしていただいたりとか、共感していただいたりとか、もしくはそんなの違うよとか思っていただきながら楽しく見ていただいたらなと思います。今プリントの T シャツをこんな感じで着てるんですけど、今手に持っているこの青い T シャツに手書きしていこうと思います。それで書いてる合間に手書きの雑貨についてとか、プリントした雑貨についてっていう話をしていきたいと思います。それではちょっと書いていこうと思うんですけど、書きやすくするためにこの板を T シャツの中に入れていきます。過去に T シャツの書き方の動画を何本か出していて、そこでもお話ししてるんですけど、こういう感じのもので T シャツをピーンと貼って書きやすくします。それでボードが入っていることによって T シャツの裏にペイントが映らないようになっています。いつものようにこの T ペンという画材を使っていきます。よくこの画材について聞かれるんですけど、この画材について気になる方は T ペンで検索をしてください。まずは手書きの魅力についてお話ししたいと思います。イラストとか絵画の場合は原画っていう言葉も使いますが、原画というのは手書きした元の絵っていうことですね。以前私よりも年上の方とお話をしてた時に、その方が若い時はポストカードとか印刷したものをよく買って部屋に貼っていたそうなんですけど、ある時原画の良さを知ってからはお部屋には原画しか飾らなくなったそうです。それから展示会なんかを見に行くと、やっぱり原画は綺麗だなって思う時があります。また美術館とかへ行った時も、画集で見たものよりももう全然色は違うし、色以外にもその生の良さっていうのがすごくありますよね。また SNS などでも作品が見れますが、その作家さんの作品を生で見た時は、やっぱりその原画の良さっていうのがありますよね。私の展示会で原画を見た方も同じことを言ってくださることがあります。それから印刷のものを作るときにすごく大変なのが、原画と同じ色が印刷で出せないってことですね。フォトショップとかを駆使して原画に近い色を出そうとするんですけど、やっぱり無理です。そしてその原画の色合いが良ければ良いほど、それを再現できないっていうとやっぱり劣って見えてしまいますよね。ちゃんと色が出せる人には出せるのかなと思って、美術館に売ってるポストカードなんかを見ても、やっぱり原画の色って出せてないし、それどころか原画を見た後に見るともう全然違うっていう感じの印刷したものもあります。それは適当に作ってるんじゃなくて、やっぱり出せないんですよね。生のものの良さっていうのがあります。でもプリントをする、印刷をするっていうメリットももちろんあります。プリントの魅力の一つに大量生産できるということがあります。素晴らしい作品を多くの人に届けるということができます。それからグッズとか雑貨の場合は一つの絵をいろいろなアイテムに施すことができます。同じ絵のついた T シャツ、バッグ、ポーチとかバッジとか帽子とかいろいろなものに、そしていろいろな大きさにプリントすることができます。そして画集っていうのも印刷されたもので、たくさんの人が本の中の作品を楽しむことができます。それからステッカーになったり、ポストカードになったり、ポストカードは人に送ることもできますから、送られてきた人も嬉しいわけですね。そしてビジネスとしても一つの作品でいろいろなものを作ることができます。そんなわけでプリントのいいところは多くの人に届けることができる。それから同じ絵なんだけどいろんな大きさに印刷できる。他にもメリットがあると思うんですが、ちょっと思いつかないし私が知らないこともたくさんあるので、ご存知の方はよかったらコメントで教えてください。
絵を描く人の中には自分で描いた絵を手放したくないという人たちもいらっしゃいます。私自身は自分で描いた絵を手元に残しておきたいっていうことはあんまりないんですけど、かつて何十年も前ですね、ちゃんと仕上げた作品がそれほどなかった時は自分の作品を手放すことが名残惜しいなんて思ったこともあるので、その気持ちはよくわかります。そして世界的にも歴史的にも有名な画家の中にも自分の作品を手放したくなかった人たちもいたと思います。私が知っている限りでは、叫びを描いたエドワルド・ムンク。彼は自分の作品を自分の子供たちだと言って作品を手放したくなかったと言われています。だから頼まれた肖像画も2枚描いて1枚は自分でキープしていたんだそうです。自分の原画を手放したくない作家さんもプリントを販売すれば原画を手元に残しておくことができますよね。現在私は自分の作品をポストカードにして販売することをしていません。たまにポストカードはないのかって聞かれるので、過去に作った古いポストカードを一部で販売しています。ただ私は筆が早いので作品数が多くて、また新作ってなるので、作る部数の方が多くなっちゃって赤字になっちゃうんですよね。だから私はポストカードを作っていません。その分私は手書きに力を入れています。ただ絵画っていうのはそんなバンバン売れるものではないので、例えば今描いているような T シャツとか、そういった雑貨類に手書きをする、あとは注文をいただいて手書きをする、そういったことをメインでやっています。本音を言ってしまうと、絵画が売れた方が嬉しいんですけど、私の手書き雑貨を皆様に喜んでいただける、そういったことも私を幸せにします。ちょっとこんな感じに完成しました。手書きっぽい感じにできたんじゃないかと思います。手書きらしさっていうのがあって、例えばこういうところとか、こういう塗り方とかがまあ全体的なんですが、結構手書き感が出てますよね。なんかきっちり感がないっていうのも手書きの魅力なんですけど、実は丁寧に書くとこれ手書きなんだって感じで手書きかどうかわからないように書くこともできます。そしてそれでも手書きの魅力っていうのはあります。手書きの一点物、同じものは世界中どこにもありません。それは大雑把な感じでも丁寧に書いて手書きに見えなかったとしても唯一無二の一点物になります。じゃあなんで手書き感をこうやって出すかっていうと、こういう手書きもそうだし、手作りのものでもわざときっちり仕上げないでちょっと雑さを残してたり、天然の素材感を残してたり、ちょっとわざと曲がってたり、そういうことをする人いますよね。私もそうなんですけど、わざときちんとしないんだけど、その良さを出すっていうのが一工夫っていうかクリエイティブっていうか、ある意味難しさでもあるんですけど、作ってる方としては難しいことをやっている感がないんですよね。なぜかっていうと、感覚的に面白いものを作ってるっていう感じだからです。右脳を使っているとき、想像力を司る右側の脳ですね。それを使っているときは頭を使っているとか考えてる感覚っていうのがないんだそうです。多分作家さんとかクリエイティブなことをやってる方は実感があると思うんですけど、アイデアがどんどん出てくるときってなんか頭使ってる感じがしないんですよね。でも実は右脳がフル回転している、そんな感じなんだと思います。これは本当価値観で人によって違うと思うんですけど、例えば T シャツは手書きがいいのかプリントがいいのかっていうと、私はどっちも着ていてどっちがどうっていうことじゃないと思います。だけど先日ある人がプリントっていうのはどうしても軽く見られちゃうっていう話をしていました。手書きの方が重みがあるっていうことなんですかね。
手書きの魅力は世界に一つしかないっていうこともそうなんですが、人が直接書いたっていうなんか特別感もあるし、手作り、手書き、ちょっとなんかよくわかんないんですけど、これがプリントで、これが手書きで、どっちがいいか悪いかは、どっちが好きかっていうことなんじゃないかと思います。そんなわけで、プリントにはプリントの特徴があって、手書きには手書きの特徴があって、どっちもいいものなんじゃないかと私は思います。ということで、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。